はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。私は株式投資をしながら人生どうにかならないかなと願いながら生きている札幌在住の派遣社員のおじさんです。いやー、それにしてもここ最近の日本株の値動きはものすごいですね。皆さん、生き残ってますか？私は信用取引を使ったスイングトレードと新ニサやイデコなどの長期トレードの両方をやっています。結論から先に申し上げますと、今回の株価の大きな値動きで私はかなりの深手を負ってしまいました。信用取引を使った短期トレードにおいては8月5日月曜日に持っていた銘柄全てを寄り付きで売却しましたが、15万円ほどの大損失を出してしまいました。約40万円ほどあった私の短期用の投資資金はこの数日でなんと25万円ほどに減ってしまいました。一方の長期トレードでは新ニサが評価額がマイナスに、イデコが評価額が3割減ってしまいました。田端大学でおなじみの田端さんやお金の大学でおなじみの両学長は、インデックスの投資信託は暴落が起きても持ち続けろと言っています。それに対して今私が読んでいるこちらのオウム元い財務心理教でおなじみの森永卓郎さんは、前々からいずれ株式市場には大暴落が起こり、日経平均は3000円になると予言しています。それにしても森永さんの姿を見るたびに、母親を乳がんで亡くした私としてはとても心が痛みます。森永さん、頑張れ。ちなみにこの本面白いですね。難しいことは私には理解できませんが面白いです。皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。皆さんが買うと森永さんも喜びますよ。もしよかったら動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご利用ください。話を戻しますが、今後の私の戦略としては、長期投資の新ニサとイデコはこれからも継続します。というのは、現在私はその両方を毎月拠出しているからです。なので商品の価格が安くなったとしてもたくさんの口数を購入できるので、それが十数年後に効果が現れるから続けろと田畑さんと両学長が言ってるわけなのです。ただし私としては短期間の信用取引も行いたいと思っています。というのは、信用取引の空売りを使えば本当の下落相場になったとしても儲けられるからです。今回の15万円の損失の原因としては、買いで入ったのにその銘柄の値動きが明らかに弱くなりました。本来ならそこで一旦手放すべきものを、今の金融市場ならいずれ戻ると勝手な希望を抱き持ち続けたためです。ただし信用取引を利用するには30万円以上の資金が必要です。今の私には25万円しかありません。なのでまずは資金を30万円以上にすることが先決です。そして今回すごいなと思ったのが相場指導先生の取った行動です。8月2日の金曜日の段階で相場先生は全ての買いポジションを解消したと、その日の夜にアップした YouTube の中で言ってました。さらにその時売りポジションを持ってもいいと言ってたんですよ。そして起きた週明け月曜日の大暴落、すごいですね。相場先生は株塾というセミナーを行ってます。月会費3万円3万円払えば有益な情報が手に入ります。しかし今の私には月3万円の出費は厳しいです。ところで皆さんは靴磨きの少年の話はご存知だと思います。私のような底辺派遣社員が投資に夢中になりだしたら、
そこが一旦のピークかもしれません。皆さんも希望ではなく自分自身のルールを明確にして共に投資を頑張りましょう。ということで本日の話は以上です。もしこんな投資で勝てない派遣社に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん生き残りましょう。バイバイ。